表面これぐらい香ばしく焼いちゃって。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、おつまみの定番、コスパもよく、パクパクと食べやすくて美味しいチーズちくわを作るんですが、今回はこのチーズちくわがさらに美味しくなるアレンジを施して、トースターで焼き上げて作るサックサクプリップリのやばいチーズちくわを作りましたんで、マジで最後まで動画で確認して作ってみてください。今までのチーズちくわの美味しさがワンランクアップします。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。ちくわ1パック、スライスチーズ2枚、大葉が5枚。はい、そして今回ちょっと衣をまとわせたいので、マヨネーズ大さじ2、片栗粉大さじ1、そしてカレー粉少々。隠し味程度で OK。材料は以上です。まずはスライスチーズ2枚重ねにしてください。そしてこの状態で大体で OK なんで5等分に切り分けます。はい、こんな感じね。もうわざわざ測らなくて OK。大体5等分にする。そしてこの切り分けたチーズ、さらに縦長に半分にして重ねてください。こういう状態のものを作ります。はい、この5等分に切り分けたチーズを半分に切り、さらに重ねちゃう。こういうね、4枚重ねになった棒状をすべて作ってください。これ、ちくわが、今回5本入りなんで5等分にしてます。穴の大きさもね、あんまり太くないので、これぐらいがちょうど差し込みやすいのでおすすめ。はい、お次は大葉です。そしてこの切り分けておいたチーズをくるくるくるっと大葉で巻き込んでください。はい、これをね、ちくわの中に突っ込んでいきます。そうすると、ちくわもプリップリで、爽やかな大葉の風味が漂い、チーズの旨味が溢れ出す、ガチで美味しいおつまみチーズちくわ作れるんで。はい、こんな感じでね、すべて用意してください。はい、お次はちくわ。ちくわの穴の中に用意しておいた大葉チーズを突っ込むだけ。もうこれね、ちょっと無理やりで構いませんので、ぐいぐいっと押し込んでいってください。はい、こんな感じですね。結構無理やり大葉チーズを突っ込んじゃいます。そしたら食べやすいように半分にカットしときますか。はい、こんな感じ。これぐらいコロッと刺しとく方がね、食べやすいし、おつまみにおすすめ。そして衣を合わせていきます。マヨネーズ、片栗粉、カレー粉。しっかり混ぜてください。この粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせて馴染ませてください。こんな感じね。よいしょ。次はここにチーズちくわね、先ほど切ったものを入れてしっかりと混ぜ合わせ表面に絡める。この衣がね、マジでサクッとなって美味しいんで、まんべんなく混ぜ合わせてね、いい感じにまとわしてください。はい、これで準備完了。あとはね、今回トースターを使って焼き上げていきます。トースター備え付けの鉄板を用意していただいて、アルミホイルとか引いてください。そうするとひっつかないので、ここにマヨ衣を絡めたちくわを並べます。もうあとは超簡単。表面がね、香ばしくなるまでトースターで焼き上げるだけ。この衣も片栗粉が混ざってるんで、サックサクに仕上がっちゃいます。はい、トースターにセット。あとは様子を見ながら、表面が香ばしくなるまで、だいたい5分ぐらいなんで、真っ黒にならないように注意しながら焼き上げてください。はいよー、5分ほど焼いて、見てこれ。めちゃくちゃ美味しそう。表面これぐらい香ばしく焼いちゃって、ほんとこれがね、つまみに抜群なのよ。はい、完成しました。ほんとね、表面サクッと香ばしく、ちくわはプリップリで、中から爽やかな大葉の風味とチーズの旨味が溢れ出す、俺のチーズちくわ。これマジでつまみに抜群なんで、ぜひ作ってみてください。それでは、今日も、ポーいただきます。
もうチーズちくわは間違いない。これはね、おつまみとして超優秀。この表面にまとわせておいた少しね、カレーの風味を効かせたマヨ衣がマジでやばい。表面サクッとしていて香ばしく、中からチーズの美味しさと大葉の爽やかな香りが溢れ出す最高の一品。これやったらなんぼでもお酒飲めるわ。もちろんね、熱々で食べても美味しいし、冷めても美味しいので、お弁当のおかずとかでも全然使える。マジやばい。香ばしさとちくわのプリップリ感がエグすぎる。そこにね、相性抜群のチーズと大葉でまずいわけがない。これなんぼでもいけるわ。早速飲んじゃおう。はい、ということで今日も乾杯。うまい、最高。いやマジでこのマヨ衣も絡めてちくわ焼くだけでも美味しいんですけど、そこに今回はねチーズと大葉突っ込んでるんでガチで旨味が効いてやばすぎる。ちょっとねちくわの穴が小さいと大葉で巻いたチーズを突っ込むのは難しいんですが、そういう場合はねほんのりちくわをねレンチンして温めてください。そうするとふわっと柔らかくなるんで突っ込みやすくなります。あとはね、最近100均とかにこういうちくわの穴にね簡単に具材を突っ込めるっていう面白い便利グッズも売ってるので探してみてください。お取り寄せとかもできると思うんで、私も探してねリンク貼っときますわ。ただこのチーズちくわマジでうまい。ビール止まらんな。最高。うまっ。いやこのマヨ衣がねマジで美味しいんでぜひ試してみて。普通のチーズちくわももちろんうまいんですけど、この衣をまとわせてトースターで焼いたら絶品になる。これおすすめ。うますぎ。おまけ。その素朴な味わいと親しみやすい形は日本人の食卓に欠かせない存在です。しかしその起源は意外と複雑で興味深い逸話も秘めています。ちくわとかまぼこの文化。安土桃山時代後期になると、板にすり身を盛り上げて焼く、板かまぼこが誕生します。これと区別するために、竹の輪のような形をした従来のかまぼこは、ちくわかまぼこと呼ばれるようになり、省略されて、ちくわが定着しました。現代のちくわ、明治時代以降、白身魚の価格が下がり、ちくわも庶民にとって身近な食材となりました。現在では様々な加工品も開発され、日本の食文化に深く根付いています。ちくわは人工工房の時代から続く長い歴史を持つ日本古来の食べ物です。武士と庶民の食文化の違いから生まれた隠語、ちくわは現代でも親しみやすい呼び名として残っています。ちくわの歴史を知ることで、その奥深い味わいや文化的な背景をより深く理解することができます。ちくわの起源については諸説あり、上記は一例です。